KDDI 子会社2400億円架空取引どのくらいヤバいか税理士が教える。事件の内容。KDDI 傘下のビッグローブとジプランにおいて、2018年から7年にわたり売上高の 99.7% 約2400億円が実体のない架空取引であったことが発覚しました。広告代理店21社を巻き込んだ循環取引により、手数料名目で329億円もの資金が社外へ流出。KDDI は純利益1290億円の下方修正を余儀なくされました。驚くべきは社員2人の関与とされ、1人当たり年間数百億円を動かしていた計算になる点です。日本の監査内部統制の歴史を揺るがす前代未聞のバーチャル決算事件と言えます。どのくらいヤバいのか、税理士が数字で解説します。衝撃の事実10選。1、2人で2400億の非現実的な労働生産性。G プラン社の従業員数は100名足らず、そのうちわずか2名の社員で売上2400億円、年間平均約340億円を計上していたことになります。1人当たりの売上が170億円という計算になり、これは大手商社の精鋭部門をも凌駕する数値です。これほどの異常値を個人の裁量として見逃していた組織体制の不自然さが強調されています。2、売上の 99.7% が虚像という空前絶後の比率。不適切な会計処理の多くは一部の利益水増しですが、本件は事業の 99.7% が架空。つまり、実体のあるビジネスはわずか 0.3% しか存在しなかったバーチャルカンパニーの状態でした。会社そのものが循環取引の器としてのみ機能していたことになります。労働生産性と架空比率の異常値。比較対象キーエンス。オリンパス事件。1人当たり売上高。日本一高年収で知られるキーエンスの1人当たり売上高は約2億円。今回の犯行グループ2名は1人当たり1700億円、2400億割る2人割る7年。やばさ。キーエンスの850倍という物理法則を無視した数字です。架空比率。99.7%。2011年のオリンパス損失隠し事件でも架空取引が売上の大半を占めることはありませんでした。やばさ。0.3% しか実態がないのはもはや不正をしている会社ではなく、会社を装った詐欺グループの比率です。3、手数料329億円の行方不明と反社の金。循環取引の過程で広告代理店21社に対して手数料として329億円が流出しています。報告書では組織的関与を否定していますが、実態のない取引にこれだけの巨額資金が社外へ消えている点は極めて深刻です。実質的な裏金作りや反社会的勢力への資金流入を疑う声が市場関係者の間で根強く残っています。資金流出329億円の正体。比較対象大王製紙カジノ事件。流出額329億円。大王製紙の会長が独断で引き出した額が約106億円。やばさ。100億で世間が震撼したのに対し、その3倍以上の額が手数料という名目で21社に消えています。これはもはや紛失ではなく、計画的な資産の外部移転です。4、監査法人はあずさ監査法人の衝撃。KDDI の会計監査を担当しているのは、日本4大監査法人の一角、あずさ監査法人です。ニデック旧日本電産の巨額不正を見抜けなかった際も同法人が担当しており、ネット上ではまたあずさかサンプリング調査が機能していないとの批判が噴出。大手監査法人の形式的監査の限界を露呈させました。5、7年間誰も気づかない内部統制の完全崩壊。2018年から2026年まで7年以上にわたり不正が継続。この間、親会社である KDDI からの JSOX 内部統制報告制度に基づく監査やビッグローブによる子会社管理が一切機能していなかったことになります。親子上場や子会社管理の形骸化を象徴する事例です。監査と統制の機能不全。比較対象東芝利益水増し事件。ニデック放置期間7年以上。東芝の不適切会計は約7年間続きましたが、それは全社的なチャレンジという組織的圧力によるものでした。やばさ。 KDDI 傘下という大企業の管理下で組織的関与なしに個人が7年間これを見逃され続けたとすれば、JSOX 内部統制の信頼性はゼロに等しいと言えます。監査法人の見逃し。ニデック旧日本電産の不正でもあずさ監査法人が批判されましたが、今回の2400億円は規模が桁違いです。6、トカゲの尻尾切り説の再燃。ネット掲示板や SNS では社員2人でこれだけのスキームを組み、21社もの社外協力者代理店をコントロールするのは不可能との見方が大勢です。上場廃止を免れるため組織的関与を否定し、個人犯罪には矮小化しているのではないかという疑惑の目が向けられています。7、広告代理事業というブラックボックスの悪用。デジタル広告の世界は中間マージンの構造が複雑で、第三者が取引の実態を検証しにくい特性があります。これを悪用したアドフラウド広告詐欺の究極系とも言える手口であり、IT 広告業界全体の信頼を失墜させる事態となっています。犯行人数とスキームの不自然さ。比較対象 IT 企業循環取引ネットワンシステムズと犯行人数2名。過去の IT 系循環取引数百億円規模では役員や部長級が関与し、数十人が動くのが通例です。やばさに1400億円という国家予算級の額を平社員2人で回していたという説明は、統計学的組織論的にありえないレベルの無理筋です。
KDDI 本体の純利益1290億円減少という激震。一子会社の不正により、巨大企業 KDDI の純利益が1290億円を吹き飛ぶという事態は、単なる不祥事の枠を超えています。これほどの下方修正を余儀なくされながら、経営陣の責任が会見での謝罪に止まることへの株主の怒りは頂点に達しています。純利益1290億円減少のインパクト。比較対象日産自動車、西川社長時代の赤字。1290億円の純利益減少。日産が業績悪化で巨額赤字を出した際、一気に経営陣が刷新されました。ヤバさ日本の法人税収年間約15兆円から見ても、この一社による利益修正だけで、国全体の税収に数百億円規模の影響を与えるインパクトがあります。9、自民党大勝の裏で起きた株価逆走。事件発覚のタイミングが衆院選での自民党圧勝市場全体が衆議会と重なったにもかかわらず、KDDI 一社が窓を開けて急落。市場がいかにこの事件を KDDI グループ全体のガバナンス欠如として重く受け止めているかを物語っています。株価と市場の反応。比較対象西武鉄道、粉飾決算。株価の逆走。西武鉄道は粉飾発覚後、上場廃止となりました。ヤバさ市場全体が上昇している中での急落は、投資家が KDDI というブランドの統治能力に対して死刑宣告に近い評価を下したことを意味します。10、証拠隠滅の疑念と調査の限界。特別調査委員会の報告書では証拠を得るのに時間を要したとされていますが、これは裏を返せば、隠蔽工作が巧妙だったか、あるいは組織的な協力者がいた可能性を示唆します。2人の社員だけでこれほどの証拠隠滅が可能だったのか、刑事事件化された際の全容解明が待たれます。税理士としての視点。この事件は、会計学的に見れば売掛金と買掛金の相殺確認という基本中の基本が、グループ間取引先間で意図的にスキップされていたことを意味します。税務当局としても、これだけの巨額損失計上が寄付金や不当な利益供与とみなされないか、厳格に精査する対象となるでしょう。循環取引。この2400億円という巨額の循環取引がどのように行われ、なぜこれほど長期間露呈しなかったのか、その全体像と詳細を解説します。1、循環取引の全体像を終わらない伝言ゲーム。今回の事件をシンプルに例えると、中身の空っぽな箱、仲間内で回しながら売り上げを計上し続けるゲームです。通常、商品の売買には物の移動やサービスの提供が伴いますが、循環取引では書類上だけで取引を完結させます。基本スキームの流れ、スタート、G プランまたはビッグローブが A 社に広告業務を発注したことにする。連鎖、A 社は B 社へ、B 社は C 社へという形で、計21社の広告代理店を経由して発注書請求書を回す。ゴール。最終的に、取引の最後にある会社から G プランが広告掲載の対価として売り上げを受け取る。韓流このサイクルを一周させることで、帳簿上は巨額の売り上げと巨額の費用が発生しますが、実際には広告はどこにも掲載されていません。2、取引の詳細。なぜ329億円も消えたのか。循環取引には必ずコストがかかります。ここが今回、KDDI が646億円もの損失を計上する大きな要因となっています。手数料という名の協力費。取引に協力させる広告代理店21社に対し、仲介手数料数%、10% 程度を支払う必要があります。今回の報告書にある329億円の資金流出は、この7年間で各代理店に支払われた協力の見返りや、取引を維持するためのコストと考えられます。実態のない取引を回すためだけに、これだけの巨額キャッシュが社内に流出した点は、極めて背任に近い行為です。雪だるま式に膨らむ架空売上。循環取引は、一度始めると止めるのが困難です。前の期の架空の支払いを清算するために、今期はさらに大きな架空の売上を作る必要があります。これを繰り返すうちに、当初は少額だったものが、最終的に2400億円売上の 99.7% という、会社そのものが嘘で塗り固められる規模まで膨れ上がりました。3、なぜ7年間も見抜けなかったのか。監査の資格、プロの税理士や監査法人が見ているはずなのに、なぜ放置されたのか。そこには広告業界の商習慣を逆手に取った巧妙な罠がありました。商標書類の完備。不正に関与した社員は、架空の発注書納品書請求書を完璧に揃えていました。監査法人は通常、書類が揃っていれば取引があったと判断しがちです。支払い実態の偽装。実際に銀行振込も行われていたため、通帳の入出金記録だけを見れば正常な取引に見えます。お金が回っている実態があると誤認させる。典型的な手口です。少人数の密室による管理。G プランは従業員100名以下の規模です。特定の2名がこのルートを独占し、上司や管理部門が内容を詳しくチェックできない俗人化した状態が悪用されました。4、衝撃の結末。税理士から見た末路。この事件の最も恐ろしい点は、KDDI 本体の連結決算への影響です。利益の消失。これまで利益として報告していた1290億円が消滅し、逆に多額の損失が発生します。法人税の修正。過去に支払った税金の還付請求構成の請求を行うことになりますが、これだけの不祥事となると、税務当局の調査も極めて厳しいものになります。
信頼の崩壊2人だけでやったという説明が通るかどうかは別として、日本を代表するインフラ企業が子会社の売上の9割以上が嘘であることを見抜けなかった事実は、投資家にとって致命的な不信感を与えました。まさに IT と広告の不透明さをついた現代型粉飾決算の極致と言える事件です。まだ終わらない。最後に税理士の視点からこの2400億円規模の不正における公正の請求、納めすぎた税金を返してもらう手続きについて検討します。論点は本当に公正の請求をするかです。結論から申し上げますと、公正の請求をあえてしないあるいはできないという判断が行われる可能性は十分にあります。通常1200億円もの利益が消えるなら税金も数百億円規模で戻ってくるはずですが、本件は特殊すぎる事情が絡んでいるからです。考えられる理由は主に以下の3点です。1、隠蔽仮想とみなされた場合のペナルティ。公正の請求はあくまでうっかりミス計算違いや正当な理由による修正が前提です。重加算税の対象税務当局が意図的な粉飾隠蔽仮想と認定した場合、公正の請求どころか過去の処理そのものが否定されます。役員賞与認定のリスク架空の利益に基づいて支払われた役員報酬や賞与が不当に高いとみなされ、経費損金として認められなくなるリスクがあります。この場合、利益は減っても税金は減らないという最悪のシナリオがあり得ます。2、寄付金または交際費認定の壁。ここが最も重要なポイントです。循環取引で外部代理店21社に流出した329億円の性質が問題になります。実態のない支払い税務署から業務に必要な経費ではなく、単に他社にお金を流しただけ寄付金と判断されると、全額を損金に算入できません。損金不算入利益が1290億円減ったとしても、その原因が不正な社外流出である場合、税法上は経費として認めないとされる可能性が高く、公正の請求をしても却下される恐れがあります。3、社会的信用の失墜とネタコを起こすリスク。 KDDI のような社会的責任の重い大企業にとって公正の請求はさらなる火種になりかねません。税務調査の長期化、公正の請求を行えば国税当局による過去7年間にわたる超精密な査察が確実に入ります。さらなる不正の露呈調査の過程で今回の2人以外の関与や別の不適切な処理が芋づる式に出てくるリスクを恐れ、あえて過去の税金は授業料として諦める請求しないという経営判断を下すケースは実務上存在します。まとめ実務的な着地点。KDDI としては連結決算上は損失として計上し、株主への説明責任を果たします。しかし税務上は公正の請求を行わず、過去に支払った税金はそのまま事実上の追徴に近い状態で幕引きを図る可能性が高いと推測されます。2人だけでやったという説明を税務署が鵜呑みにするとは考えにくく、組織的な管理責任を問われれば還付返金を受けるハードルは極めて高くなるからです。329億円ものキャッシュが外に流出している以上、国税局としては誰がその金で得をしたのかを徹底的に追及するはずですから、安易に公正の請求を出すのは藪をつついて蛇を出す行為になりかねません。いかがでしたか。この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。